8月20日に、ソニックシャドウジェネレーションズの最新トレーラーが公開されました。ついに来たぜ最新情報。今回は、主にシャドウの新情報が盛りだくさんでしたね。2分弱の短いトレーラーでしたが、それでも新しいアクションやステージ、さらには、新しいボスの姿も確認できました。ということで今回は、最新トレーラーで明かされた情報を全てまとめて、皆さんにお届けしたいと思います。それでは早速行ってみよう。まずは、今作で登場するシャドウの新アクション、ブームパワーについてです。このブームパワーというのは、今作の敵キャラ、ブラックブームに関連した力だと予想されています。ブラックブームは、2005年発売のシャドウザヘッジホップ、通称シャドゲというゲームで出てきたキャラだぜ。この時もシャドウの敵として立ちはだかりましたが、実はこのブラックブームは、シャドウの出生にも大きく関わっています。なんとシャドウは、このブラックブームの細胞を使って生み出されたんですね。そのため、今作でシャドウがブームパワーを使えるのも、頷けるというものです。ちなみにシャドゲの時の話は、この動画で詳しく説明してるから、もしよかったら後で見てみてほしいぜ。概要欄にリンク貼っとくのでぜひ。そんなブームパワーなんですが、今回の情報解禁で、かなり詳しい内容が分かってきました。まずセガの公式サイトによると、今作でシャドウは、ブームズギアというアイテムを手に入れるようです。そして、そのギアのパワー封印装置が解除されると、捕獲した謎の生物の力、ブームパワーが使えるようになるという記載がありました。パワー封印装置っていうのは、トレーラーの最初に出てきたシーンのことかな。その可能性が高いですかね。この装置が起動した直後に、シャドウはブームパワーを使っていますし、また、捕獲した謎の生物の力という説明もあるので、もしかするとブラックブームの手下を捕まえることで、徐々に使えるブームパワーが増えていくのかもしれません。ブラックブームにはいろんな手下がいるもんな。ちなみに今回の最新トレーラーでは、全部で5つのブームパワーが紹介されています。まず1つ目は、ブームスピア。これはシャドウがもともと持っていた技、カオススピアの強化版ですね。カオススピアは、シャドウが光の矢を放つ攻撃です。それが今回のブームスピアになると、一気に複数の矢を放てるようになるみたいです。トレーラーでは、3本の矢を同時に放っている様子も確認できました。めちゃくちゃかっこいいし、爽快感がありそうな技だよな。早く使ってみたいぜ。2つ目は、ブームブラスト。これは敵を連続攻撃した後に、蹴り上げて吹き飛ばす技だそうです。また、吹き飛ばした位置にワープすることもできるそう。やっぱりシャドウは格闘技が似合うな。あとこのアクション、ソニックフロンティアの技にも似てる気がする。もしかすると、ソニックとの対比を意識して作られたのかもしれないですね。3つ目は、ブーム毛布。この技は、シャドウがこのモンスターのような姿に変身するものだそうです。この姿になることで、普段は通れない道も通れるようになるとのこと。今度はカラーパワーに似てるぜ。4つ目は、ブームウィング。こちらは以前のトレーラーでも映っていましたが、シャドウに羽が生えて、空が飛べるようになる技です。今回のトレーラーでは実際に動くシーンも出てきましたが、かなり素早く動いていたので、これも爽快感があって楽しそうです。シャドウもついに、空飛ぶキャラの仲間入りか。最後の5つ目は、ブームサーフ。エイのような生物に乗って、水の上を進む技です。スピンして物を破壊することもできるみたいですね。空だけじゃなくて水辺も進めるのか。今作のシャドウはどこでも行けちゃうな。ちなみにさっきも話が出たように、今回紹介したブームパワーの何個かは、ソニックのアクションと似たようなものになっています。思い返せばソニックは、ソニックカラーズやソニックフロンティアで、色々な技が使えるようになっていきました。最初の頃は、ソニックとシャドウはほとんど同じ操作性でしたが、気づいたらソニックだけすごくアクションが増えてるんですね。そのため今作で、シャドウのアクションも同じくらい充実させようとしているのかもしれません。今二人が戦ったら、すごい戦いになりそうだな。それでは続いて、今回新たに出てきたステージとボスをご紹介しましょう。最初はステージです。まず間違いなく確認できたのは、こちらのステージ。この山とマグマの様子、そして別シーンで映り込んだロボットから考えると、ここは間違いなく、ソニックフロンティアのカオス島だと思われますね。おー、新しい作品からも出てきてくれるのか。このソニックシャドウジェネレーションズは、タイムイーターという怪物によって、ソニックたちの時空が壊されるというストーリーになっています。そのため出てくるステージは、基本的にいろんなソニックゲームの名作ステージ。オリジナル版のソニックジェネレーションズでは、初代ソニックザヘッジホップのグリーンヒルや、ソニックアドベンチャー2のシティエスケープなどが登場していました。今作では登場するステージがさらにパワーアップして、ソニックフロンティアのステージまで出てきてくれるみたいです。ソニックフロンティアはオープンゾーンのゲームだったから、まさか採用されるとは思わなかったぜ。これは嬉しいサプライズ。また他にも、確実ではないものの、いろんなステージが確認できました。例えば、こちらの遺跡のようなステージ。シャドウ関連で遺跡といえば、2006年発売のソニックザヘッジホップ、通称新ソニに出てきた、ダスティデザートが思い浮かびます。もしくはソニックアドベンチャー2の、ピラミッドケーブですかね。またこちらのステージは、ソニックアドベンチャーに出てきた、スピードハイウェイなのではないかと思われます。ですがスピードハイウェイは、ソニックジェネレーションズの方に実装済みなので、まだどのような形で出てくるかはわかりませんね。
これらの他にも、いくつか見たことないステージが確認されています。新しいステージを見つけた人は、ぜひコメントで教えてほしいぜ。続いて、新しいボスについてです。今回のトレーラーで確認されたのは、なんとこのキャラ。こいつは、そうです。2003年発売のソニックヒーローズでラスボスを務めた、メタルオーバーロードですね。あのメタルソニックがパワーアップした姿です。メタル来たー。最近動画作ったしめっちゃタイムリーだな。メタルオーバーロードが出てきたの、めっちゃテンション上がりましたね。最高に嬉しいサプライズでした。またこのメタルオーバーロードは、原作だとソニックたちが総出で戦って、ようやく勝てたほどの強敵です。それに対し、今回はシャドウ一人で戦うようなので、どんな戦いになるのかも非常に気になります。シャドウもあの頃から強くなってるだろうから、きっといい戦いを見せてくれると思うぜ。最後に、今回のトレーラーを見て気になったことについてご紹介します。まず一つ目は、やはり、あのキャラの気配が全くなかったこと。片道切符さんだな。新ソに出てきキャラとして登場した、メフィレス。シャドウと因縁のある相手といえば、間違いなく名前が出るキャラなのですが、今回のトレーラーでも全く出てきませんでしたね。また今回、メタルオーバーロードの登場が判明したことで、シャドウジェネレーションズに出てくるボスが、3体明らかになりました。ソニックジェネレーションズの方でも、ラスボス以外では出てくるボスは3体なので、もしかするともうメフィレスが入る余地はないのかもしれません。そんな。ただもちろん、まだ出ないと決まったわけでもありません。少なくとも新ソニのステージが出てくることは分かっているので、それに伴ってメフィレスも出てくる可能性は残っています。最悪ボスじゃなくてもいいから、元気な姿だけでも見せてほしい。元気だったらまた世界滅ぼすぞこいつ。気になっていることの2つ目は、シャドウのスーパー化がどうなるのか。今回シャドウは、ブームパワーという新たな力を手に入れますよね。そのため例えば、スーパー化した際にブームパワーを発動することで、新たな姿に進化する可能性があるのではないか、と予想しています。ソニックの方も、ソニックフロンティアの DLC で新たなスーパーソニックに進化してたぜ。それに合わせて、シャドウもさらなる進化を見せてくれるかもしれないな。もはや完全に私の願望ですけどね。もし叶ったら泣いて喜びます。そして気になっていることの3つ目は、マリアがどう関わってくるのかという点。以前公開されたプロローグアニメ、闇の序章で、シャドウの友人であるマリアが登場していました。一方で今回公開されたトレーラーには、マリアが出てきそうな描写はありません。マリアはプロローグアニメのみの登場なのか、それとも、ゲーム本編にも出てきてくれるのか。この点も、今後の注目ポイントだと思いますね。今回のトレーラーと同時に公開されたインタビュー記事によると、今作のストーリーはまだ詳しく話せないみたいだぜ。マリアが関わってくるとなると神ストーリー間違いなしだろうから、めちゃくちゃ気になるところだな。マリアが出てきたら泣く自信がありますね。めっちゃ泣くやん。以上、ソニックシャドウジェネレーションズの最新情報でした。動画が気に入っていただけましたら、いいねやチャンネル登録をぜひお願いします。たくさんのコメントも待ってるぜ。それでは、次の動画でお会いしましょう。